さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマは初心者に超おすすめのお花ご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、改めまして本日のテーマ、初心者に超おすすめのお花というところで、今日は4種類のお花を取り合わせてきたんですけど、この中の一つがですね、私の中で可愛い、生けやすい、そして長持ちという3拍子揃った、そんなお花があります。順番に見ていくと、まずこちらがユーカリ、トルコギキョウ、こちらが千日紅、そして最後にヤリゲートウですね。ケイトウというと、こういった文字通り鶏の頭のような特徴を持つものが一般的なんですけど、こちらはそのケイトウの種類の中でも鼻先が槍のように尖っていることからヤリゲートウなんて呼ばれる種類になります。でですね、本日の本題であるリコー一押しのお花、それがこちら、バーン、千日紅。このお花、皆さんもご存知だとは思うんですけども、何がおすすめかというと、まずこの先端につくポンポンとした愛らしいお花。今日はですね、ピンクというか薄紫というか、そんな可愛らしい色を選んできたんですけど、他にも白とか紫とかいろんな色がありますね。ということで、まず一つ目がとっても可愛らしい。そして二つ目が生けやすいということなんですけど、何が生けやすいかというと、比較的茎がひょろひょろっと伸びていますよね。で、先端につくお花というのは小花なので、このチャンネルでたびたびご紹介している種材複材。詳しくはぜひこちらの動画ご視聴いただくと、より理解が深まると思うんですけど、私のチャンネルでは初心者の方にもわかりやすく主役、脇役なんて言い方をしてまして、例えばこちらのトルコギキョウ、すごく華やかなので、中心をまとめるポイントのお花、複材としてはとっても優秀なんですけど、作品全体の構成を決める主材、主役となると、ちょっと先端の花の感じが強いんですね。生けようと思えばもちろんこれも主役にはなるんですけど、それに対してこちらの千日紅は、今ご覧いただいたようにスラッとした線の花材でもあり、中心の花もそこまで主張が強くないので、例えばこちらの千日紅をふわふわっと飛ばすことで、千日紅が主材、主役、そしてトルコギキョウを副材、脇役にすることができます。もうこれだけで軽やかなお花に見えますよね。あるいは千日紅は小花系なので、トルコギキョウをポイントに生けて、その中にこの千日紅をふわふわっと混ぜ込んで、中心を華やかにする役目として使い、で、その上でもう一本主役、主材となる線のものをふわっと足してあげると、いかがでしょうか？こういった感じで生けてあげると、千日紅が逆に脇役になってくれるんですね。実は今日こんなイメージで生けようかななんて考えてるんですけど、そういったところから、主役、脇役、どっちにもなり得るというところで、初心者の方にもとっても生けやすいお花になってくると。これ先端部分しっかりと張りがあるので、決して水が下がってるわけじゃないんですけど、今日買ってきたこの子たちはちょっと下にだらーんと首が下がる性質がありますね。しっかりと水上がってるので安心してください。で、最後に長持ちするという特徴なんですけど、水につけててももちろん長持ちしますし、これも初心者の方にすごくおすすめなのが、こちらは教室にあった千日紅なんですけど、だいたいそうだな、3ヶ月前ぐらいにドライにしたお花ですね。このように生の花で飾ってあげた後に、ちょっと葉っぱとかが疲れてくるので、もう楽しんだなと思ったら、逆さにしてドライフラワーにしておくんですね。で、そうすると、この千日紅の花に見える部分、これは実は花ではなくて、苞と呼ばれる花の下につく器官にあたるんですけど、花ではないというところで、色がこんな感じですごく綺麗に保ってくれると。ですので、切り花で普通に飾っててももちろん長持ちは結構するタイプなんですけど、スターチスなんかと一緒で、こうやって最後にはドライフラワーとしても楽しむことができるので、そんな3つのポイントから、今日皆さんにこちらの千日紅をご紹介してみました。だいたい夏から秋にかけて出てくるお花ですね。後でその名前の由来なんかもご紹介できればなと思うんですけど、そして今日使う器がこちら、おなじみの100均の花瓶ですね。作家さんのいい器とかを使うより、こういった100均の皆さんにとっても馴染みのある器とか、手に入りやすい器を使った方が、よりお花を生けて飾るっていうのが、皆さんにとっても身近に感じていただけたら嬉しいなと。よし、そしたら早速生けていきましょうか。まずはこちら、トルコギキョウを生けていく。1本からこんな感じで、お花が4輪と、つぼみ、開きかけのもの含めて2輪ついていますね。とっても華やかで洋花の中でも私好きなお花なんですけど、これをこのまんまバサッと生けてしまうとちょっと取り留めがないので、枝分かれしている部分でまずは落としていく。で、今日はですね、このトルコギキョウで中心をまとめようと思うので、そんなに長さはいらないかな。このまんま全部短くして中心ギュッと引き詰めちゃうと窮屈な感じになっちゃうので、少し空間にふっと飛ばすものがあると軽やかになるんですけど、なので、飛ばす部分を考えつつ、
中心を引き締めるものはもうこのぐらいに短く落としてしまう。今日の花の取り合わせ、色合いがですね、私普段インスタグラムでこんなお花を生けてるんですけど、ご存知の方はきっとなんか理工先生らしくないなって思う方もいるんじゃないかななんて思うんですけど、なんかフェミニンというかとっても可愛らしい色合いの取り合わせですね。自分でも自分らしくないななんて思うんですけど、で今短く落としたのを、この茎の部分がやはり短いので口元にこうふわっと2輪固めていけています。で先ほどお見せしたように全部短くして中心にこう入れてしまうと、アレンジメントでしたらこれで綺麗なんですけど、ちょっと塊要素が強いのでここから少しだけ飛ばしていく。ただこれは今日は中心をまとめる副材脇役なので、そんなにこうラインが出るような主張を出しすぎず、あくまでこんな感じでちょっと中心をふわふわっとまとめるような、そんなイメージですかね。で先ほど見てもらったように中心がこうやって作り込まれれば、あとは今日おすすめの花材千日紅をふわっと飛ばせば、これもう2種類だけでも作品になるんですけど、もう少し中心華やかにというか厚みを出そうかなと思って、今日はですねこちらヤリゲートを生けていく。ですのでこれもまあラインが出る植物で取材にはなりうるんですけど、今日は低めになので水に浸かる部分の葉っぱとかはきれいにこうやって落としてあげます。今この辺がちょっと空いてるかな。この辺はバランス見て雰囲気なのでこうしなきゃいけないっていう決まりがあるわけじゃないんですけど、これはまあ線の花材なので2本がこうやってかぶったりしないように少しこうずらしたりするとお互いのこうヤリゲートが引き立ってきますかね。こんな感じでちょっとアクセントに2本入れてみました。そしたら続いて本日のテーマになったこちらの千日紅を生けていく。でこの千日紅を生けるポイントとしては、今の時点ではこれを取材に伸びやかに生けておこうかなと思うんですけど、このまんまここにスッと伸びやかに生けてもいいんですけど、そうすると中心部分とこの伸びやかに生けた千日紅との、乖離がこうできてしまうんですね。でちょっと中心部分にこう混ざってると、この伸びやかな部分と中心を華やかにまとめる部分、そうやって全体的に混ざり合って作品が調和するといいますか、より一体感が生まれるので、まず1本目は少し中心にこう混ぜ込んでいこうかなと。でそうなってくると、これもちょうどこの部分で枝分かれして、ここにも可愛らしいのと葉っぱがこうついてて、これも使えそうなので、まずはこの真ん中のメインの部分と枝分かれしてる部分で2つにこうやって分けてあげる。でそうすると先端部分も花こうやって3輪ついて綺麗なんでね、これを中心部分にこんな感じでふわっと混ぜ込んでいこうかなと。ですのでまずはこの枝分かれしてる部分を最初に生けたトルコギキョウの隙間にこう埋め込むような感じで、さっきまでね綺麗に入ってたのにこうやって他の花材を足していくとやっぱ動いちゃうので、生けながら都度こう修正していくといいですね。まず1本目はとりあえずこんな感じ。そしたら続いてこちらピンクのものがこう混ざり込むとより一体感が出るので、空間はしっかりと意識はしてあげたいんですけど、ちょっと隙間になってるかなという部分をこういう小花でカバーしてあげると、こんな感じかな。2本目これもちょっと中心部分混ぜ込んでいきますね。なんか中途半端にこれ1本ひょろっと伸びちゃってるので、まずはこの部分を落としておく。で、なぜ千日紅と呼ばれるかというところもせっかくなので皆さんにご紹介できればなと思うんですけど、このお花はですね、先ほどお話したようにだいたい夏から秋にかけて咲くお花なんですね。で同じように夏に咲くお花として百日紅というものがありまして、よく街路樹とかでも植わってるので、見かけると夏が来たななんて思うお花なんですけど、別名サルスベリなんて呼ばれていますね。木の皮がツルツル滑って登れないことからサルスベリなんて呼ばれるんですけど、その百日紅も名前に100日とつくように、だいたい100日夏の間に綺麗に咲き続けると。でその百日紅、サルスベリよりもさらに長く咲くことから、こちらは千日紅と呼ばれてるんですって。ですので1日が365日だから実際に1000日間咲き続けるわけじゃないんですけど、最初にご紹介した3つのポイントの1つ、花持ちがいいというところでも、切り花としてもとっても長く楽しめる、そんなお花になります。さっきのドライの姿を見たらあながち嘘じゃないなというか、千日紅言えて妙だななんて思いますけど、こんな感じで最後1本スーッと飛ばしてみました。いかがでしょうかね。こうやって見てみると、最初にご覧いただいたように長い状態のものを3本こうスッと飛ばすより、
中心部分混ざり込んでふわっと華やかな状態の中から主役のラインがスッと伸びてくるので、中心との調和が生まれるんじゃないかなと。もうあと 1,2 本ぐらいあるとふわふわっと軽やかに映るんですけど、ということでもうこれでも十分綺麗に飾れまして、まさに中心をまとめる副材、小花系としてふわふわっと混ぜ込むこともできれば、主材、主役のラインとして伸びやかにいけることもできる、そんなとってもいけやすくて汎用性の高いお花になると。ですので今この状態だと千日紅が主材、主役になってるんですけど、最後にこちら、せっかく買ってきたのでユーカリをスッと飛ばして、次はこちらを主材にしていこうかな。やっぱいい香りですね、爽やかで。これも今ちょっと短くしたので、下にこうやってついてる葉っぱとか枝っていうのは生ける時に邪魔になるので、まずは下をきれいに整理していってあげると。であんまり取りすぎると上のボリュームがなくなってくるので、だいたい水に浸かる部分の枝と葉っぱをこんな感じできれいにしてあげる。で実はこういう枝を落とした後のデコボコしてる部分も残ってるとすごく生けにくい原因になるので、生ける前にきれいに落としてあげると、その後の生けやすさがやっぱ違いますね。これ一個一個落とすのめんどくさいなって思うんですけど、結局そこを横着してこのまんま生けてしまうと、その後すごく生けづらくて苦労するのは自分なので、何でもそうですよね。後回しにするとそのツケは自分に回ってくると。ですので生ける前にしっかりときれいにしてあげましょうね。でこのユーカリを主材、主役としてスッと伸びやかに生けてあげる。こうなってくるとまさにこの千日紅は脇役、副材になるわけです。あとは今落としたこの下の枝の部分も同様に水の浸かる部分は葉っぱスーッと落としてあげて、で後からこれも一本ずつ丁寧に中心をまとめる葉っぱとして生けてあげたりすると、動きが作品に出てくるので、それはそれでおすすめではありますね。あるいはもうこれで十分で、これ以上入れるとちょっとモサモサしそうだなと思ったら、きれいに落としたのをこんな感じで束ねてあげてですね。で先ほど落としたこの下の部分もあるので、これはもうこのまま使おうかな。ちょっとこれは横着しちゃいますけど。でこれもこういう100均の小瓶とかに口がこうやって狭まってるものがいいと思いますけど、こんな感じでふわっといけてあげると、これユーカリだけでも爽やかで綺麗にお家に飾れるんじゃないかな。決して短く切ったものもこうやって活用してあげるとちょっとしたお花になって無駄にはならないので、短く切ったりするのがかわいそうっていうところで、落とすのを躊躇するよりは思い切ってしっかりと落としていってあげるというのがお花をきれいに飾るポイント、コツになってくるので、皆さんもぜひぜひチャレンジをしていただければと思います。ということでこれでリコー先生一押し、初心者におすすめの千日紅というお花を使ったちょっとしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。